こんにちは。今回は最近の戦争で悲しい映像ばかりが流れているウクライナをグルメや街並み、世界遺産を通して10分でその素晴らしさ、美しさをご紹介したいと思います。では始めましょう。ウクライナってどんな国？ウクライナは東ヨーロッパにある国です。公用語はウクライナ語とロシア語。国歌は今流れているピアノ曲ウクライナは滅びず、歌詞がとても勇ましい曲です。地図を見ると7カ国ものお隣さんに囲まれている国です。首都はキーウもしくはキエフ。国の面積はなんと日本の 1.6 倍。日本列島に本州がもう一つあるのと同じ広さです。その広い国土のほとんどは平原で豊かな農業生産地です。なんと世界の肥えた土の4分の1から3分の1はウクライナにあると言われており、少し前までは欧州のパンかご、今では世界の食糧庫としてアフリカやアジアにも農産物を輸出しています。どこまでも続く青い空と黄色い麦畑、これがウクライナの象徴として国旗になっています。そんな豊かな土壌を誇るウクライナは当然食べ物も美味しい。数ある名物のほんの一部をご紹介します。スメタナ、サワークリームに似た脂肪分の高い発酵乳製品。食事だけでなくデザートにも添えていただきます。ボルシチ、ロシアのお料理として有名ですが、なんと発祥はウクライナ。ビーツと野菜や肉を煮込んだスープです。スメタナとともに召し上がれ。ウスバール、ドライフルーツやベリー類を砂糖と一緒に煮込んで冷やしたジュースみたいな飲み物。ビネグレット、じゃがいもとビーツのサラダ。ヴァレニキ、ウクライナ風水餃子。ジェルーニ、ウクライナ風ハッシュドポテト。スメタナとともにカーシャ、ウクライナ風のおかゆ。そばの実やイネ科の雑穀、豆類などに水、ブイヨン、牛乳などで柔らかく煮たもの。キエフカツ、鶏肉のカツレツです。たっぷりのバターとハーブが包み込まれていて、切るとバターがあふれ出してきます。クリョツキ、じゃがいもと小麦の生地に鶏ひき肉を包み、サワークリームを使ったホワイトソースをかけたものです。さあ、美味しいものの後は街を見てみましょう。ウクライナにはなんと7つの世界遺産があります。聖ソフィア大聖堂と関連する修道院群及びキエフ・ペチェールシク修道院、1990年に登録。こちらは大きく3つに分けられています。聖ソフィア大聖堂は首都キーウの中心にあるキリスト教の大聖堂です。1037年に建立された黄金に輝く塔が印象的です。キエフ・ペチェールシク大修道院は1051年に建立され、様々な政権と戦ってきた修道院です。中世から近世にかけてウクライナの宗教、教育、学問に大きな影響を与えてきました。ベレストボ救世主聖堂は1015年にウラジーミル大王が亡くなった場所であり、その子孫の郊外住居でもありました。シュトルーヴェの即地庫、2005年に登録。地球の大きさなどを正確に測る上で多大な貢献をしました。ウクライナなど10カ国に設置された34カ所が世界遺産として登録されています。カルパティア山脈などのブナ原生林、2007年に登録。世界最大のブナの原生地域で最も多くの国境を越える世界遺産です。現在は12カ国まで拡大されています。カルパティア地方の木造教会群、2013年に登録。ウクライナとポーランドに点在するギリシア正教会の16の聖堂です。リビウ歴史地区、1998年に登録。13世紀半ばに建設され、複雑な歴史に反映された独特な建造物が立ち並ぶ場所です。ブコヴィナ・ダルマチアフ主教の邸宅、
2011年に登録。さまざまな時代の建築様式が素晴らしい形で融合した歴史主義建築の傑作です。ケルソネソス・タウリ家の古代都市とその農業領地。2013年に登録。クリミア半島に残る古代都市遺跡と周辺の農業遺跡です。ウクライナのポンペイとも呼ばれています。ウクライナは世界遺産に登録された建物以外も素晴らしい建物がたくさんあります。ぜひご覧ください。とにかく美しいウクライナ。崖の上のスワローズネスト。恋人と歩きたい愛のトンネル。鮮やかな黄色い外壁。真っ青な内壁には聖画がびっしり。聖ヴォロディーミル大聖堂。青い壁と金色のドームに圧倒。聖ミハイル大聖堂。ティファニーブルーと新緑に金色の配色が素晴らしい聖アンドリーイ教会。ロシアの女帝が建設したウクライナ大統領の公邸及び迎賓館マリア宮殿。キエフ公国への入り口。黄金の門。一枚の壁に見える一枚壁の家。筋肉痛確定のポチョムキンの階段。ウクライナの赤門。タラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学。貴族の気分が味わえる贅を尽くしたリビウオペラバレエ劇場。ウクライナで最も古い劇場オデッサオペラバレエ劇場。キエフのガウディが建築したキメラの家。東欧一美しい墓地リチャキフ墓地。ご覧いただいた通り、ウクライナの街並みはさまざまな建築様式を用いてその美しさが作り上げられています。それはやはり複雑な歴史が影響していると言えるでしょう。続いてはウクライナの歴史を簡単にご紹介します。ウクライナプチ歴史。ウクライナには紀元前3万2000年から人が住んでいました。中世に創設されたキエフ大公国という強力な国家がウクライナのアイデンティティの基礎を形成したと言われています。その後、モンゴル帝国、ポーランド・リトアニア共和国、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国、ロシア・ツァーリー国など様々な国に支配され分割されてきました。そして1917年にロシア帝国が崩壊したことでウクライナ人民共和国として独立が宣言されました。しかし様々な他国からの干渉を受け、この独立国家は長く続きませんでした。1920年にはソビエト軍の侵略によって独立国家は消滅し、ロシア、ベラルーシ、ザカフカースとともにソビエト連邦、ソ連が結成されました。ソ連下のウクライナでは激しい弾圧政策が行われ、1932年から1933年にスターリン政権が引き起こした過度な農産物の取り立てや搾取により深刻な食糧危機に陥りました。この人災によって400万から1000万人以上のウクライナ人が餓死したとされています。これはナチスドイツのホロコーストと並び20世紀最大の悲劇の一つと言われています。そして1986年のチェルノービルもしくはチェルノブイリ原子力発電所事故では合計4000人以上の死者が出ていると言われ、強制移住をさせられた住民は数十万人以上と言われています。1991年、ソ連の崩壊に伴いウクライナは独立を果たします。しかし2014年、ウクライナの領土であるクリミア半島がロシアの一部として併合されました。この併合はウクライナ及び西側諸国に認められておらず、国際的な承認を得られていません。そして2022年2月、ロシアによる一方的な軍事侵攻が始まりました。このように
ウクライナは他国の侵略や支配に翻弄されてきた国ですが、独自の文化も築き上げてきました。最後はウクライナの民族衣装をご紹介したいと思います。ウクライナの民族衣装がとにかく可愛い。ウクライナの民族衣装はソロチカもしくはフィッシュバンカといい、木綿または麻のふわっとしたシャツに様々な刺繍が施されています。200種類以上の細かい技法があり、モチーフや模様は数千種類あると言われています。ソロチカの刺繍は魔除けの役割があり、悪しきものが入ってこないように袖、襟、裾には念入りに刺繍が施されています。このような可愛い衣装を着て楽しめる平和な日々が一日も早く訪れることを心より願っています。ご視聴ありがとうございました。